皆さんこんにちは、ときまるです。今日はね、ちょっと時間が大事っていう話です。ふとなんか出てきました。で、雑談ですね。雑談なので、ゆるく聞いてください。で、ちょっとね、長野から帰ってきましたね。で、長野の旅に出てて、バイトしてきましたね。前回の動画見てくださった方わかると思うんですけど、だいぶバイトしてきて、で、シフト入ってきて、で、もう一回ちょっとシフト入りたいなって思うんですけど、で、猫ってあったかいじゃないですか、やっぱり。で、うちの部屋ね、結構もう寒いんですよ。寒くて冷たくて。で、猫はいないんだけども洗濯機はあるって感じ。洗濯機だけがあるって感じです。で、時間についていろいろ考えることが多くて。で、というのも、やっぱり自分は時間が大事だなっていうか、なんかそういうことを改めて、やっぱ思いますね。でもね、時間っていうのは基本的に所有できないもので、自分で持つことはできない。ただ、その時間があることで自分が何か活動ができたりとか行動ができたりとか、自分の楽しみのためにそれを使えたりとか、で、あとは時間が好きだっていうか、好きだっていうよりかは、多分、その時間に縛られるのが嫌なんじゃないかなって。自分はなんかそれを思いました。で、やっぱり昔からっていうか、やっぱりこう時間に縛られ続けてきた人生だったなって思うんですよ。なんかこういう話するとなんかもう人生終わりみたいな感じですけど、なんか、小学校とか中学校とか高校とか、とにかくその時間で動きますよね、やっぱね。で、まずその登校時間ってのがあるでしょう。で、そこに行かなければいけないよね。で、その登校するために、例えばそのバス通勤とか電車通勤してる人たちは、そのバスに乗らなければならないっていうそのバスの時間がありますよね。で、それに合わせて今度、その前の起床時間、起きなければいけないっていうね。で、僕もだいぶ長崎のね、田舎町で育ったんで、小学校とかは歩いてね、行ってたんですけど、小学校、中学校は。高校になってからようやくバス通勤、バス通学みたいなものになって、で、やっぱり田舎の方ってその東京みたいにすぐこうバスが来るわけじゃないんで、1時間に1本とか30分に1本とかなわけですよね。で、そうなるとやっぱそれに合わせなきゃいけないから、結構逃すと大変なんですよ。で、逃すと大変だから、でもそれについて急いで支度をして、で、なんかご飯も食べるか、で、時間がない時はご飯を抜いて、で、バスに乗るみたいな、その騒がしさが、すごく嫌だと感じていた。で、多分それは自分が、やっぱりこう、のんびりとした人間なんですよね、もともと。あまりそのパンクチュアルじゃないっていうのか、のんびりした人間なんですよ、多分。のんびりしたのが好き。できるだけゆっくり準備をしたい。できるだけ時間をかけてっていうか自分が納得するまでの状態にならないと出発したくない。そういう人いませんか？今になってもてか大人のあなたでも。でもそれにやっぱ時間がかかるから、その電車に遅れたりとか約束に遅れたりするんですよ。で、そういうわけで、そういうふうに、小学校、中学校、高校とね、時間に縛られるわけですよね。で、授業とかもやっぱり時間が決められていて、60分とか45分とか忘れたけど、その間はじっとその机に座っていなければならないっていう。で、そのやっぱり時間をだから規定することによってそのようなものすごい縛りが起きていると。で、大学に行って、で、僕はその宮崎に行ったんですけど、この宮崎に行くと、なんかね、やっぱ大学っていうのももちろんその授業があるんで、その自分の時間っていうのが縛られるわけですよ。バイトとかね、そういうのもあるし。でもなんかそこで一つその自分の中での時間感覚が変わったのが、宮崎ってその日向時間っていうか、そういう呼ばれ方をしてる時間があるんですね。日向時間っていう。日向っていう地域があるんですけど、なんかその、割とそのルーズだって言ったらあれですけど、なんか時間に寛容な文化なんですよね。で、結構そのリゾート地っていうのかな、なんか南の方って結構そういう感覚が多くて、で、やっぱ沖縄時間とかってもよく言うじゃないですか。なんか八重山時間とかね。なんかその沖縄の方も結構そのゆったりして、で、それはその、
なんか物事にその遅刻してくる人を許容するとかって、まあそういうこともあったりとか、なんかいろんなその意味合いがあるとは思うんですけど、まあとにかく、アクセク、焦らずに、まあゆっくりやろうよみたいな、なんかちょっとそういうカルチャーがやっぱあるわけですよね。うん。で、それをまあ、宮崎で感じて、僕は。で、なんか、まあこっち、まあそういう考え方がいいなと思ってたんですよ。うん。で、そしたら、その後東京に来てるわけで、で、東京に来ると、もうその時間っていうのがもうね、厳しいというか、うん、すごいパンクチュアルな、うん、みんなその時間に厳しいし、で、あと大きく変わったのがやっぱその会社ですよね。うん。社会人っていうのかな。うん、それになった時に、やっぱりその電車の時間とか、出勤時間とか、そういうものが出てきて、で、出勤時間はあるんだけども、でも結局、その出勤時間よりも圧倒的前にね、出勤時間よりもはるかに前に、うん、会社についていなければならないみたいな、その新卒のなんか若いやつは。うん、で、そういうカルチャーのところだったんで、私が一番最初に働いた会社は。だから多分30分とか1時間ぐらい前には会社についてて、で、ちょっとこう先輩たちを出迎えるみたいなね。うん。で、でも昨日のその猫みたいに優しい先輩じゃないですからね。うん、なんかそのやっぱこう出迎えるみたいなのがあったりして、で、それでますます、うん、なんかその時間に縛られてるのが嫌だなっていうのが自分の中で最大化したんですよね。思い返してみれば。まあそういうこう社会人になってから縛られるようになってすごい嫌だなって。で、それからそのカメラマンの道に入っていくわけですけど、まあ撮影とかになると、うん、やっぱ自分のこの好きなものに対して時間をね、コントロールするっていうのはね、いいっていうか楽しいんですよね。いや、例えばまあ自分が好きなものがあるから、そのために早起きするとかってみんなできるじゃないですか。なんか今日はディズニーランドに行く日だとか、今日は釣りに行く日だとか、今日はゴルフがあるんだとかね。うん、だからそれによって今日はもう早く起きる。なんかそのワクワクドキドキするみたいな。なんかそういうのってやっぱり自分がその喜びとか楽しみみたいなものがあると、その時間のことを気にしなくなるんですよね。これに気づいたんですよ。だからやっぱりその嫌だからこそ、自分が結局今日やることが嫌だからこそ時間に怯えているというか、時間に嫌悪している状態が起きているんだなって。で、それだったら、そのやっぱり時間を、ね、それを気にしなくて良い方向に自分を持っていけばいいんだと思って、で、それから、じゃあ好きなことだけをやれば、時間というものをもっと愛せるようになるって、なんかそういうことを考えたんですよね。で、そこから、うん、その発端としてミニマリズムがあるっていうか、なんかそういう前提があるような気がしていて、だから今日ちょっと今、自分のその人生をちょっと遡ってみたんですけど、だから根底にはそういうこう、義務教育みたいなものの時間のパンクチュアルさがあって、で、そこから今度社会人みたいなもの。で、それはこう誰かに、ね、コントロールされている。大きな組織、大きな企業によって自分の時間を奪われている。逆にその自分の時間を売ることによって、対価として収益を得ているっていうふうに考えることもできるし、まあ、つまりそういうことに縛られている。じゃあ、その時間をじゃあいかに解放していくか、自分の好きなことだけをやっていくかっていうところ、そういうところを考え始めた時にミニマリズムというツールが、概念が、哲学が自分の中に入ってきたっていう感じですね。で、やっぱりミニマリズムを用いるようになって、そこから自分の時間をだんだんとコントロールできるようになってきたなと感じます。で、今はもう完全に最高の状態っていうかもう楽しい、毎日が楽しくてしょうがないような状態にあるんですけど、やっぱりね、でも最初っていうのは、そんなにいきなりその会社を辞めるとか、自分のやりたくないことを全部切り捨てるみたいなことはできないので、とにかく物を減らすっていうことね。そこにやっぱり注力したわけです。で、これまでも何度も話しているように、その物っていうのは管理する時間だったりとか、点検する時間だったりとか、片付ける時間だったりとか、で、買う時間、そしてメンテナンスの時間、そしていらなくなった時は今度売る時間ね、なんかお店に持っていくとかメルカリで梱包して発送するとか、購入する時から手放すまで
ものすごい時間がかかるんですよ。一つのものを買うってことは。だから、それを考えると、物がやっぱり時間を奪っていると。うん。物イコール時間であると。なんかそういうことも考えられて。で、僕はだから一番最初にそれまでコレクションしていた本とか CD とかそういうものから手放し始めたわけですけど、で、そういうものを手放して、で、今度はやっぱりこうある程度隙間を一回作ると手放しやすくなるんですよね。だからその勢いづけるっていうのが結構大事だと思っていて。で、まあそれはこうどういう方法でもいいんですけどね、僕はまあいつもパッキングパーティーとかっていうね、アメリカのザ・ミニマリストっていうメンバーの、方法をいつも紹介してますけど、なんかとにかく多い人はとにかく一回減らすと。一回減らすとスペースができるので、それで、そこから勢いがつきやすくなります。うん。で、そこから、一回その本とか CD とか、あと DVD とか写真集とかね、なんかそういうものですよ。を一番最初手放し始めて、で、あとはね、細々としたものが多分たくさんあって、で、それはね、もう本当に思い出せないようなものなんですけど、なんか昔からずっとこう引っ越しのたびに持ってきている道具箱みたいなのがあったりして、そこに入っていたのは何だろうな、ドライバーだったりとか、カセットテープだったりとか、なんか色鉛筆セットだったりとかね、なんか糊とかテープ、ハサミ、なんかそういうもの、カッターとか、文房具系とかね、なんかそういうごちゃごちゃしたものがあったりして、で、まあちょうどね、やっぱりこうデジタルが入ってきて、まあそういうものが不要になってきたっていうか、まあスマホがね、もうスマホでいろいろできるようになってきたんで、まあ減らしやすいタイミングではあったんですよね、結局ね。で、そういうものを手放し始めて、で、今度は自分の仕事道具、機材とか、まあ、その時、まあ、カメラとか、プリンターとか、PC とか、まあ、PC も常にね、2台ぐらい同時持ちしてたんで、だいたいデスクトップと MacBook みたいな、ノートブックみたいな感じで持ってたりとかしたんで、で、そういうものを手放し始めて、で、そっから、なんとなくそのやっぱ時間に対する感覚がこう変わってきたと。でもやっぱり、いくら物を減らしても、その自分の時間というものが、その誰かにコントロールされているようであれば、それは自分の人生とか時間を生きることにはならないなって思ったんですよね。だから結局、まあ減らした段階ですごく自分は時間ができたと思ったし、で、それによって新しいことを始められたりとか、新しいことを勉強できたりはしたんですけど、だからもちろんそれが良かったと思ってはいるんですけど、でも決定的にやっぱりその自分の自由な時間を生きるっていうことができるようになったのは、本当にその仕事を手放してからっていうのが一番やっぱり大きいなと今考えて思います。まあ、特にそのクライアントワークね、クライアントワークを手放してから、その自分の中に、他の人がコントロールするような時間を、予定を入れないっていう、なるべく入れないっていうことができるようになったんですよ。で、そうなってから、自分のその圧倒的ななんかその、ストレスの解放みたいなもの、人間的な生き方みたいなものが、今できてきてて、ようやくできてきてて、で、まあ最近、まあこの間も本を出しましたけど、一応まあ自分で出版レーベルみたいな独自レーベルを立ち上げて、アンダーザさんって言うんですけどね。まあそれはもともと、まあ去年ぐらいから立ち上げてたんですけど、それはまあ写真集レーベルで、で、そこから自分の写真集を出版しています。で、この間9月か、まあ10月だったかな。9月ですよね。9月に、撮ること生きることっていう、今までのね、文章、写真に関する文章をまとめたエッセイを出版しました。だからそういうことができるようになったと。で、今また音楽に戻っていて、で、今結構音楽作ってます。で、まあちょっとこのチャンネル継続的に見てくださってる方は、僕がね、キーボード、ミディキーボードをまた買ってるね、ことを知ってると思うんですけど、で、まあそのキーボード、まあ結局、だから結構自分の中で面白いっていうか興味深いのが、そうやってこう、物を最初減らして、で、そこで時間ができて、
で、時間ができて、いろんなことを手放すことができて、で、それで結局、また次に、じゃあ、何をやるかっていうと、物を入れてるんですよね。うん。物を入れ始めてるんですよ。で、でもその時とやっぱりこう決定的に違うのは、自分の予定を自分で全てコントロールできているっていうところ、舵取りができるっていうところが決定的に違っていて、だからそうなってくると、やっぱり自分にとって必要な道具を入れた方が、自分がやりたいことができるし、自分の制作とかクリエイティブが進むっていうことが、なんか実感としてありますね。だからキーボードを入れて、e-book、電子ブック、e インクリーダーか、e インクリーダーとか入れて、やってて、で、今音楽作ってると。で、だからちょっとね、音楽も近々発表できたらしようかなと思うんですけど、だからなんか、何やってるかちょっとますますわかんなくなってきていて、その出版事業と、で、今度音楽事業みたいな自分でその音楽レーベルも立ち上げようかなと思っていて、で、そうなるとその音楽と出版事業をやって、で、あと文筆業と、あとこういうふうなちょっと発信、SNS とか、発信ですよね。YouTube とか、ポッドキャストとか、ラジオもやってるので、それも大きくは一つの遊びみたいなもんですけど、YouTube の遊びの中のもので展開してるっていう感じはありますけど、でもそれでもやっぱりなんとなく自分の中で、コンテンツ的に見れば、メディア的に見れば、放送事業というか、メディア事業みたいなものをやってるような感覚なんですよね。それはもうものすごく個人で一番最小単位の小さな、ソロプレナーっていうスタイルの事業って感じなんですけど、でも、で、そうなってくると、その時にやっぱりその時間っていうのがやっぱりね、大事だなってますます思うようになっていて、で、朝起きて、本当に早く起きて、で、ディープワークをすると、最初4時間から5時間。で、そこから走りに行くと。あるいはヨガをすると。筋トレをすると。で、そこからゆっくり過ごして、インプットの時間に当てると。で、なんとなくそこではその自分の時間の制限みたいなものは決めてはいるんですけど、でも、それも自由なので、ある程度ずらすってことをやっていますね。で、本当はその良くないことなんですけど、食事なんかも、やっぱり家でちゃんと自分で作りたいなって思ってるんですけど、何かこうやり始めるとハマっちゃうんですよね。で、これもう、ここものすごい、これ今やりたいな、今作りたいなっていうようになったら、今書きたいなっていう風になったら、僕もちょっと連続でその作業しちゃう癖があるんですよね。これやってる人っていうか、作ってる人わかるかもしれないんですけど、そうなった時に、僕はその時間をっていうか、ご飯を外食して、すぐ済ませるみたいなことをやったりしますね。なんかそうして、もちろんその体とかに悪いんだけど、この間もなんか、中華屋に行って、いきなりチャーハンとかを食べてね、チャーハン食べたんですけど、チャーハン食べて、速攻でチャーハン食べて、で、また、そこからもう、また仕事するみたいな。で、なんか、そういうのもいいなと思っていて、なんかその全てをそのね、ゆっくり自分でコントロールして、その食事なんかもきちんと丁寧にみたいな生活っていうのは、もちろんその健康にはいいかもしれないんですけど、それによってその自分がストレスを受けてる人って結構多いんじゃないかなって思うんですよ。で、特にそういうミニマリズムとかミニマリスト系の生活をしている人たちは、やっぱりなんかちゃんとしなきゃいけないとか、物を絶対綺麗に整理整頓して整えておかなければならないとか、で、食事もね、ちゃんと完璧にしなきゃいけないみたいな、そういう感覚に陥ってる人って結構多いと思うんですよね。だからそこをうまく崩して、で、そのうまく崩したものを、今度自分がやっていることのバネとして使うっていうか、だからなんかそのチャーハンを食べに行った時に、そのなんか化学調味料とか、ものすごい油とか、すごい塩っ気みたいなものが、それが刺激になる時があるんですよ。だからそれ毎日やってたらダメなんですよ。だから毎日、そういう激しいチャーハンを食べるってことは良くないんですけど、常にその全モードにしておいて、だからその全モードにしておくってことが大事で、普段の食事を。だから玄米、もう味気ないもの、もう塩分が低いもの。で、そういう味気ないものを普段食べておいて、で、時に自分のやりたいことに集中していて、時間がない時に、なんか、そういう外のものを入れると。そしたらそれで頭がバグって、
で、なんかこう違うものが出てくるんですよね。これはっていうなんかこれもまあ自分でどういうふうな原理でそれが起きてるかは全くわかんないんですけど、ただまあ言葉にするんだったら、まあそういうふうに、そのチャーハンのケミカルさとか塩分の強さみたいなものが入ってきて多分びっくりすると。一回びっくりして、うわ、これすごいなって。で、びっくりしたものが、なんかそれまでやってたこう作業が一回そこで中断されて、で、なんかぐっとその脳のこう瞬発的ななんかエンジンというか刺激みたいなもの、なんかいきなりその薪の燃料をぐっと燃やされて火力が上がるっていうかエネルギーが上がるみたいな感じになると、またね、そこでこう次の自分の作業に取り掛かるときに勢いがつくんですよ。で、新しいことを思いついたりとか、これ新しくやりたいなって思ったりとか。だから、やっぱり淡々と続けることが大事でありながらも、なんか、新しい刺激みたいなものが、やっぱりこう創作とか作る上では必要なのかなっても思っているし、でもまあ、それを追い求めすぎると、またドーパミン過剰的なね、そのドーパミン的なものだけを求めていくと、まあ結局はその破滅がその先にはあるっていうことは知っているので、だからそうなっちゃいけないんですけど、まあそのバランスを取りながらやっていくと。で、そのバランスを取るためにはやっぱりゆっくり考える時間とか、時間が必要。で、自分でその時間をコントロールすることが必要だなってますます思いますね。なんかそういうことをちょっと考えました。で、まあ、時間といえば、その有名なね、メキシコの漁師の話で、ちょっとこれ最後にしたいと思うんですけど、あの、ありますよね、メキシコの漁師の話が。で、アメリカから、これ資産家が、こう、漁師の村を訪れるわけですよ。自分のなんかバケーションか何かで。で、だからまあとんでもないお金持ちが、漁師の村を訪れて、で、その漁師の村では、もうみんなすごい午前中だけ漁をして、魚を取って、で、もう午後からはみんな酒を飲んで、パーティーをして、で、音楽を奏でて、なんかすごいこう遊んでるような感じな生活なわけですよ。で、それを見た、その資産家、まあ富豪の方が、いや、君たちはそうやって遊んでる時間があったら、その遊んでる時間をね、もっと、仕事をして、で、もっと魚を取って、そして船を増やして、そしてもっと漁に出て、そしたらさらに魚が取れるから、それで裕福になって、あなたたちはものすごいね、時間ができて、それによっていい人生、楽しい人生を送ることができますよっていうアドバイスをその資産家はするんですよ。で、そしたら漁師たちはこう言うんですよね。じゃあ、そのお金持ちになったところで、あなたはその時間を使って何をするんだいって。そしたら、その富豪は、いや、そのできた時間で私みたいに昼間からパーティーをして、酒を飲んで、音楽を聴いて楽しく過ごすのさって言ったんですよ。で、まあ漁師たちはだからつまりもうそれができてるわけですよね。だから結局そのお金をいくら稼いだとしても、最終的にお金を稼いで時間ができると。で、時間ができたところでじゃあ何するかというと自分の余暇にそれを使うってことなんですよね。結局みんな。使いたいってことなんですよ。だったら最初からある程度お金がなくても貧しくても自分の時間を取った方がいいっていうね。まあそういうお話というか、だから時間が結局大事なんだっていう、まあそういう教訓がある話だとは思うんですけど、で、そういうことって、まあ、そういう物語の中だけじゃなくて、いろんなところでやっぱり起きてるとは思っていて、で、結局まあ、ベビーシッターを雇うとか、自分の移動を、本当にこう、早いものを使ってね、飛行機とか、タクシーとかもそうですけど、なんかとにかく早いものを使って自分の時間を削減する。で、それはつまりまあ、お金で時間を買ってるわけですよね。お金で時間を買ってるわけ。でも、そのお金で時間を買って、できた時間でじゃあ何をするんだってことで、じゃあそこで、まあ、遊ぶのか、何か新しくものづくりをするのか、で、さらに自分の何かこう仕事をして、そこで収益を上げていくのか。でも収益を上げてお金を稼いだところで結局、その稼いだお金をまた、自分が楽をするために使うっていうことになるわけで、なんかその繰り返しっていうかもうループなんですよね、結局ね。だからそこからやっぱこう抜け出すっていうところが一つ、まあ抜け出すことを考えなければならないっていうのがなんか一つあったりして、まあそれはそれでね、
またちょっと今のその僕がその時間嫌いだっていうか決まりきった時間が嫌いだっていうのとはちょっと違う話の方向性ではあるんですけど、まあその時間について派生して考えたことっていうか言えることはちょっとそういうところがあるなってことをね、ちょっと最後に思い出しました。ちょっとね、長くなってますね。で、こうやって、私はその皆さんの時間を奪ってるわけで、で、私も結局、こうやって話している間に、今、米がね、お米がぐつぐつ炊かれてるわけですけど、だからその炊飯器に米の炊飯を任せてる間に喋っていると。これがどういうことか。だから炊飯器の力をものすごく借りている。炊飯器がなければ何もできない男だっていう。そういう現実にぶち当たります。当たってます、今日も。何を言いたいのかなかなか分かりにくかったかもしれませんが、今日考えたことはそんな感じです。僕のチャンネルでは少ないもので暮らしながらより作っていく、ミニマリズムのアイデアとか哲学、実践を共有しています。よろしければチャンネル登録お願いします。もっと深く知りたい、考えたい方は、ニュースレターとポッドキャストもぜひ聞いてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。